なんですけども、一応撮影日としましては本日が8月の8日ですね。もうだいぶ街中というか時期的にはもうお盆という感じなんですけども、なんと言いますか、個人を悼むと言いますか、なんかこういう暗い話になりたいわけではないんですけど、少し前にうちの母方のね、祖母を亡くしたということもありまして、個人を懐かしむかな、ちょっとばあちゃんが作ってた料理を食べたいなと思いまして、で幼い頃の記憶を遡って一番好きやったお料理なんだったかなという結果、ナスの味噌煮。よくよくばあちゃん家に帰るとちゃんこ鍋、金色のやつ、炊き出しとかに使うでっかいやつ、あれパンパンにナスの味噌煮を作ってくれて、でそれがだいたい2日3日続くんですよね。でそのナスの味噌煮がものすごくシンプルで、なんかものすごく手が込んでますよみたいなものじゃないんですけど、まあ美味しくて久々にそれが食べたくなりました。というわけで早速本日も作っていきましょう。では作っていきましょうか。本日なんですけども、ナスの味噌煮ということで、まずは本日のメイン食材の登場です。はい、たっぷりのナス。一応今回ご用意したおナスが3種類で、もう何にでもオールマイティーに使えるよっていう一般的なおナス。皮は結構しっかりでも加熱すると中はとろーり。結構煮物とかによく使われる印象の長ナス。皮柔らかくて中ジューシーの赤ナス。僕の大好きなナスの天ぷらで言うと一番赤ナスがね好きだったりするんですけど、今回こちらの3種類をご用意いたしました。で本来であればそれぞれ適した調理法で使ってあげた方がきっとよろしいんでしょうけども、今回はこちら3種類全部まとめて煮込んじゃう。わー頭悪いっていうのがですね、今回作ろうと思っているナスの味噌煮、もう原型なくなるんですよ。ナスのきっと和食のお料理の先生方だったり、あと料理好きの皆さんだったり、多分皆さん白身ひんむいてぶっ倒れるレベルのお料理を作ります。ドロドロにします。でもね、これが美味しいんですよ。出来上がった煮物をお箸でつまめないというか、もうドロドロになって液体になるので、それをご飯にぶっかけてかき込むみたいな、そういったものを今回目指します。ですので見た目は0点です。なおかつもうドロドロになって果肉感とかも多分今日残らないので、もう何を加えてももうどれも一緒かなっていう、そういう理屈です。よくよく皆さんからのコメント欄で丁寧な調理とか褒めてもらうことも多いんですけども、もう本日は力こそパワーではないですけど、ちょっと IQ を低くしてご覧ください。それでは参ります。本日使っていきます具材はたったの2種類。こちらからおナスと天ぷら。今日は丸天をご用意しましたけど、もちろん角天でも大丈夫です。でたまに彩りよくピーマンが入っていたような記憶もちょこっとあるんですけど、ほとんどもうこの2つでしたね。具材はもうナスが持ち得ない油脂分をこの天ぷらから取るというところがね、また奥ゆかしいですね。では、それぞれ準備してまいりますので張り切ってまいりましょう。ではまず天ぷら。特に決まった切り方はないんですけども、イメージ的に食べやすい短冊状にカットしまして、続いておナスはこのおかっぱ頭のキワッキワ、ここのところから包丁を当ててナスを転がしてコローンと、これでガクをペリペリっと。でこのガクにはトゲがありますんで指を刺さないようにお気をつけください。でここまで来ましたら、あとはもうお好みですけど、このヘタ部分を可愛く使いたいならこういう風に使ってもらってもいいですし、僕みたいに限界まで食べたいという方であればここを削いじゃって、でこのまま使えばこの分だけちょっと可食部ゲット。でうちのばあちゃんはここから先だいたいこのくらいの長さで
こういう風にカットしてたんですよね。なので料理が出来上がってすぐの時、その時はこの形で煮上がっていたんですけど、だいたい2日目ともなるともうドロドロなので、今日は乱切りでいこうと思います。で結局ドロドロにはするんですけど、ナスの皮って意外と強いので、果肉部分はもうドロドロなのに皮だけしっかり残ってるってことが起こり得ちゃう。そのためにちょっと一部分だけ、だいたい3箇所くらいそしたら、あとはただただ乱切りに一発入れてコロン、90度回したらこの角度に対して90度、ここでストン、さらに90度回してここに対して90度、これを永遠と繰り返すだけ。で今回ナスのアク抜きなんですけど、以前ナスの天ぷらを扱った時に水にさらしてアク抜きしてどれだけ効果あるのかっていうことをやった時があって、その結果そんなになんか黒ずみだったりとかあんまり変わらないねっていう自分の中の結論が出たので、もうアク抜きは省略していこうかなと思います。どうせ溶けますしね。ですのでこれから早速本調理の方へ参ります。それでは本日のナスの味噌煮、こちらに使っていきます調味料たちをせーの。こちらからおだし、お味噌、お酒、みりん、きび砂糖、薄口醤油で、今回お味噌は麦味噌をご用意しましたけど、別に全然八丁味噌でも普通の田舎味噌でも白味噌でもお好みのお味噌で、今回僕はきび砂糖が好きなのできび砂糖は使いますけど、こちら三温糖とかでも全然大丈夫です。やっぱお砂糖はちょっと黒い方が僕は好きで、今回のこちらの分量がこちらから2対2対1対1対って切るよ。で今回の分量でちょっと甘めの仕上がりになるとは思いますけど、今回のナスの味噌煮結構甘い方が僕は美味しいなと感じるので、こちら合わせてみてもうちょっと甘くてもいいなって方は三温糖の割合を増やしてください。もしくはみりんでも。で当然これだけだと煮物にならないので、どちらかというと味噌炒めみたいな感じになっちゃうので、それをお出汁で伸ばすという感じです。一応お味噌の10倍の量で伸ばしますけど、多分適宜さらに水も加えるとは思います。煮込んでいる間に。そしては早速合わせていきましょう。ではまずこのままですと味噌がすごく溶けづらいので、まずはお酒、一気にお水をダバーッと大量に加えちゃうとさらに溶けにくくなるので、ちょっと少なめの水分でちょっと練り混ぜるような感じで溶かして、そしたらこちらをちょっと今回はざるでこして、ちょっと今回は歯触りよく、ちょっと時間かかるのでもうお出汁の中に溶いちゃおう。最初からこうすればよかった。もちろんこの作業はされなくてもいいと思うんですけど、この味噌殻もね立派な繊維なので全然されなくていいと思うんですけど、もしされないにしてもこの大量のお出汁の中にいきなりお味噌をドボンと加えるとなかなか溶けないので、このお出汁にお味噌を加えるというより、お味噌にお出汁を少しずつ加えながら溶かしてから合わせる、そういう風にした方が早いと思います。そしたらお鍋に分量外のごま油で火にかけて、まずはささっと炒めちゃいましょう。これは焼き目をつけるというよりお茄子に油を回してるような感じです。そしたら今回の煮汁をダバーで、今の煮汁がこのお色なんですけど、これがネズミ色になるまで煮込んでいきます。
で変にこう潰そうとしなくても勝手に火が通って煮崩れてくるので、基本的には煮込むだけで。でもう完全に沸いてナスにも火が通っているので、一見もう美味しそうには見えるんですけど、いや見えないかな、見えないですけど、これ煮崩れることを想定しての塩分量なので、まだまだ全然味薄いです。ですので最低でも半分くらいの量になるくらいにはちょっと煮詰めたいかなと思います。というわけで、とりあえずこのコト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 具合で30分、はい、いってらっしゃい。で今おナスの状態がだいたいこういう感じですね。まだしっかりと形を保っているものもありますよっていう感じです。で個人的にはまだまだ煮崩れさせたいので、このまま継続して15分から20分から30分ちょっと放置で、だんだん煮詰まってくるとそこの方が当たると思うので、焦げつかないように時折こうやって混ぜてあげながら。でこちらに見えておりますのが、ちょっと今回お鍋が大きいので水分の揮発がちょっと追いつかなかったということで、別鍋でちょっとじっくり水分飛ばしてます。これ煮汁だけです。後でドッキングします。で逆に一般的な量を作る場合は逆に水分が足りなくなってくると思うので、その場合は適宜水を加えてください。ちょっと僕は一般的ではないので。それではまた数十分後へ移動。ということで無事1時間経過。いい感じになりました。シャバシャバというより、もうこのしゃもじを動かすだけでこう重みがグッと乗るぐらいのドロドロ加減です。どのぐらいのとろみ加減かというと、鍋底を描くとこのぐらいですね。うっすら線ができるくらいまで。でこちら本来は晩ご飯に作って、で翌日の朝もう一回冷めたものをもう一度ぬくめ直して、でお昼もう一回ぬくめ直して、夜もう一回ぬくめ直してっていうことをずっと繰り返した結果ドロドロになるっていう、こういうお料理なんですけど、もう今回は一発目からもうドロドロにしたかったのでこのぐらい煮込んでます。でここでちょっと、トラブルってわけでもないんですけど、いつもならもうこの状態でネズミ色をしてるんですよ。ナスのポリフェノールというか皮の黒い色素が溶け出してネズミ色になるんですけど、まだ溶け出してないですね。なんというかまだお味噌色ですので、こちらはもう完成したということで、このままちょっと冷まして放置で、この間に皮の色素にもっともっと出てもらって、また後ほど登場してもらいます。ではこの間に、今現状でご飯と主菜しかないのでちょっと寂しいというわけで、脇を彩るメンバーたちにも登場してほしい。今回は特にこちらですね。で本日作っていきますのが、大分県の郷土料理の相混ぜ、こちらを作っていこうと思います。相混ぜ、言うなれば白和えなんですけど、例えば山菜を使ったりだとか、あと味付けの方法とかちょこちょこ違うところがあって、すごく魅力的なお料理ですんで、今回僕も初めてなんですけども張り切って作っていこうと思います。それでは本日の相混ぜに使ってまいります材料たちをせーの。こちらから干し椎茸、切り干し大根、ゼンマイ、ヌンズンで、今回の分量がこちらから第6枚戻し前 45g、160g1 本。なんというか白あえですけども、本当にこう平野部というより山間部っていう感じの食材のラインナップですよね。こう山菜だったりとか椎茸だったりとかね、もうまさに大分って感じ。好きで、一応今回乾燥椎茸というか干し椎茸第6枚っていう風にお伝えしましたけども、今回の干し椎茸まあ立派なので、多分一般的な干し椎茸だったら多分8枚9枚分ぐらいはあると思います。で当然こちらの干し椎茸の戻し汁は後ほど使えますので取っといてください。それではまずはこちらをだいたい3センチ長さになるようにカットして、
すいません、ちょっと1個忘れ物がありました。こんにゃく。板こんにゃくをこのくらいの短冊切りにしたものです。で、こんにゃくこのままだとちょっとこんにゃく臭いので、はい、お湯でさーっとくぐらせて、あとはざるにあげて、これで準備完了。ではここからはこちらの材料たちを和える白和え衣、そちらを作ってまいりますので、こちらの木綿豆腐を2丁で、2丁のうち1丁は水切り不要でもうすぐに使えますよっていうタイプのお豆腐なので、特にすることはないんですけど、こちらは一般的な木綿豆腐ですので、ちょっと水切りがしたいということで、手でちぎってもいいんですけど、なんとなく包丁で、いってらっしゃい。麻婆豆腐のお豆腐を茹でるような要領でさっと湯がいて、で体感沸騰してから2、3分くらいちょっとゆらゆら湯がいて、あとは適当なざるにおかあげ。それでこちらのお豆腐を冷ましている間に、今回のこちらを使った白和え衣に使う調味料たちをせーの。こちらからいりごま、濃い口醤油、みりん、お砂糖で、今回の分量がお豆腐1丁につきだいたい大さじ4、だいたい大さじ1、だいたい大さじ1、だいたい大さじ1、だいたいこんな感じです。結構適当です。で、僕は福岡にずっと住んでるので、福岡のお醤油って結構甘いんですよね。僕がこの大球醤油をずっと使い続けてますけど、ですので関東のお醤油の場合、この甘さというものがあまりないので、お砂糖をもうちょっと増やしてもいいかと思います。こういった白和えは甘ければ甘いほど美味しいということで、大体どこのご家庭にもあるこちらのすり鉢に、まずはいりごま、こちらは前回の冷や汁と同様に油分が染み出してくるまで。ではだいぶしっとりとしてきましたので、今回のお豆腐、この水分をしっかりと絞り取ってすり鉢にドン。あとはこれを合わせて、豆腐も滑らかになってもっちりとしてきたところで、その他もろもろ全部投入。これで白和え衣完成で、和食のお料理屋さんとかだとこれをさらに裏ごしたりもすると思うんですけど、もう今日はそこまでせず、本日はこちらがメインではないので、ここからが合い混ぜの特徴なんですけど、一般的にはだいたいここら辺の、例えば葉物野菜、ほうれん草とかそういったものをさっと湯がいて、あとは白和え衣で和えたら完成っていうのが白和えだと思うんですけど、この合い混ぜ、こちらを炒めてさらに味付けをしたものをさらに味付けされた白和えで和える。だから合い混ぜっていうらしいんですけど、今からそちらの材料たちの炒める&味付けに参ります。こちらから椎茸の戻し汁、濃い口醤油、お砂糖、お塩で、今回の分量がこちらから適量少量 30g ぐらい、適量です。もう本当に適量っていう感じになるんですけど、今回切り干し大根だったり干し椎茸だったり、こういった食材がさらに水分を吸うことも想定できるので、なおかつ全体の水分量が全然ないので、より炒めに安いように水分の補填っていう意味合いも結構強いです。で、お醤油は本当香り付け程度、お砂糖はなんぼでんあっていいですからね。で、このお塩は最後の塩分調整です。これ全部は絶対使わないです。よし、ならばフライパンに分量外のごま油で火にかけまして、ぬくもったらゼンマイ、ここに今回のお醤油、お砂糖もちょこっと、残りはまた後ほど。まずはゼンマイだけに香りつけるらしいです。水分が飛んできたら他の具材も加えて、しいたけの戻し汁で、全体の水分がちょっと飛ぶくらいまで炒めにて、まだ音としてはジュクジュクいってるので、これが多分チリチリとかパチパチするくらいまで。あ、忘れ物、お砂糖。ではだいぶ水分がなくなってきた音がし始めましたので、味を見つつお塩、個人的にもうちょっとお醤油の香りがあってもいいかな。で、バチッと味が決まったら火を止めて、今回の白和えとドッキング。
あえ衣。あとは全体がしっかりと混ぜ合わされば、はい、あい混ぜ完成。あ、これはうまいわ。で、こちらのあい混ぜ、盛り付けた時に一番最後にこちらの紅生姜をのせるのが、セオリーというか本来の盛り付けになるので、こちらも盛り付けでお忘れなきように。はい、というわけでナスの味噌煮もぬくめ直してレッツ盛り付け。はい、これでナスの味噌煮定食の出来上がりです。では実食編へ行こう。というわけで無事に完成しました。茶色いドロドロで、結局ネズミ色にならなかったですね。おかしいな、僕の記憶ではネズミ色なんですけどね、ちょっと美味しそうな茶色になりました。やっぱあれかな、多分今回ピーマンをちょっとケチったので、それでネズミ色にならなかったのかもしれないです。結果的にちょっと美味しそうになったので、よしとしましょう。よし、ならばいただきます。うまい。ようやく体が潤った。じゃあまず初手安定のお口の潤い。決して手抜きではないです。手抜きではなく、より賢く時短ということで、普通の液体タイプのお味噌と、これが削り粉です。お好み焼きとかで使うやつで、わかめが入ってて、あとお麩、あと最近僕がちょっとハマっているめかぶ、この辺加えて、あとはお湯ダバー、あとはお麩がふやけるのを待つだけで、この隙にご飯もスタンバイで、今回そこまで量がないので、久しぶりのプチ大食いですね。もう大食いと言っていいのかどうかもわかんないですけど、普通の一人前です。というところでパッカーン。味噌汁うめえ。五臓六腑に染み渡るとはこのこと。では早速味噌に参りますか。ほかほかご飯に、もうこれは箸でつまむという行為がなかなか難しいので、お玉ですくって、はい、ご飯にダバー。あとはこれをかき込むべし。これは完全に飲み物です。もはやスプーンの方が食べやすい。味付けとしては本当に甘い素直なお味噌。ナスは食感とか香りとかというよりも、もう甘さに変わってますもんね。もう具材というよりかは煮汁に変わってます。もうこれほんと冗談抜きで咀嚼ゼロで、かろうじて残っているこのナスも物理防御力布の服、すぐ溶ける。で、こちら見た目がこんだけドロッとしてるので、見た目かなり味濃いそうに見えるんですけど、これお味噌でとろみがついてるんじゃなくて、ナスが溶けて、そのナスでとろみがついてるので、そこまで塩分濃くないんですよ。もうラーメンスープとかよりも全然塩分量薄いです。なのでたっぷりかけてかき込むべし。正直前回の冷や汁とかなり被るとこ多すぎて、ちょっと申し訳ない気持ちめちゃくちゃ多いんですけど、でも本当に美味しい。マジで昔を思い出す。で、大体このナスの味噌煮の横につわぶきを取ってきて、そのつわぶきと豚バラ肉
もしくはつわぶきと油揚げ、それを炊いてよく食卓に並んでましたね。すごく懐かしい。でこちらの天ぷらも結構長時間炊いてあるので柔らかいとはいえ、このお茶碗の中で一番存在感がしっかりとしているのがこの天ぷらなので、なんていうか単なる流動食ではないですよっていうことをこの子が表してくれてます。いや、今日ほんまにあっという間に終わりそう。で、今回、ご飯は前回の冷や汁と同様に押し麦加えてます。この押し麦加えたことで、基本的にこの中はもう全部トロトロなんですけど、押し麦のプチッと食感が加わってより良きというところでちょっと失礼いたしまして。真面目な話、もし大食いメンバーが集まってくれて、このナスの味噌煮ぶっかけで、もし大会を開いたら、普通に10キロクラスの記録ポンポン出そう。そのくらい食べやすい。カレーよりも、トゥルトゥルっと入ってきちゃう。だから、ある意味、米泥棒じゃないですけど、お米ガンガン食べちゃうので、ちょっと怖いね。お腹周りね。そんな感じです。では、続きまして、合いません。もうさっきちらっと試食してめちゃくちゃ美味しかったんですよね。ですのでもう一度一旦紅生姜はなしにして、これめちゃくちゃ美味しい。マジで冗談抜きで美味しいわ。やっぱ入っている具材がグアニル酸で旨味成分爆弾と化している干し椎茸でしょ。でそれから食感も旨味成分も香りも強い切り干し大根でしょ。そういったものが入ってるのでやっぱおかず感がすごい。ご飯にめちゃくちゃよく合うし、で白あえ部分も甘さがしっかりとしてるんで、当然おやつとかちょっとお腹が空いた時の軽食みたいな感じでお腹にしっかりと溜まってくれそう。でこれは僕の味付けの濃さによるのかもしれないですけど、一般的な例えばほうれん草の白あえとかそういった感じの時、僕は基本的には日本酒を合わせたいなって感じるんですけど、こっちの合い混ぜは僕だったら焼酎を合わせたい。そのくらい味わいしっかり。ちょっと作るのは大変でしたけど、これは時間をかけてでも作るべきお料理やなと感じます。じゃあ次、紅生姜と一緒に。いや、面白い。面白いわ。確かに彩りも良くなるしね。うん。いや、美味しい。当然美味しいんですけど、紅生姜がなくても十二分のほど美味しいですよ。もちろん彩りはね、良くもなりますけど、それに食感も増えますけど、紅生姜あっても美味しいですけど、なくても美味しいですよ。あ、でも紅生姜入ると余計お酒が欲しくなるなって味わいになるのかな。実際問題めちゃくちゃ合いますし。もうこの三角形超幸せ。じゃあだいぶお行儀悪いんですけども、ご飯にかけちゃえ。はい、相混ぜ完食。めちゃくちゃ美味しかった。で、こちらの相混ぜ、結構大きめのタッパーギチギチに入るぐらいには、冷蔵庫にストックができましたんで、多分2、3日は持つんじゃないかな。今日から数日が楽しみです。いやでもほんと今回はナスの味噌煮をメインに持ってきましたけど、もし僕のばあちゃんがお盆にばあちゃん家帰って相混ぜを作ってくれていたら、多分僕の一番好きなばあちゃんの料理、相混ぜになっていたと思う。そのくらい美味しい。じゃあちょっとここら辺で味変で山椒。やべ、ナスの甘さに山椒が負けた。しっかりと振って、美味しい。やっぱお味噌と山椒の相性めっちゃいいですね。何も違和感がない。
というところで大変残念なお知らせではございますが、本日分は残り1人前というか1杯分となってしまいましたので、せーの、シャーススパート。ございました。いやー、うまかったね。もう大満足でございます。もう当然のことながら、ナスの味噌煮に関してはもう懐かしいなっていう感じと、久しぶりに食べてもやっぱり美味しいなっていうのと、なんかノスタルジーな感じになりましたね。んで、相混ぜよ。本当に美味しかった。今回干し椎茸丸のまんま水に戻したりとか、あとすり鉢を使って作ったっていうのも相まってちょっと時間かかっちゃいましたけど、例えばスライスの干し椎茸に変えるとか、お豆腐手でぐちゃぐちゃぐちゃっとしたりとか、なんかそういう風に簡略化していけばもっともっと簡単にパパッと作れて、素敵な冷蔵庫の中の常備菜っていう感じでしたね。で、僕最近農林水産省の郷土料理のページ、そこをちらほら見るんですけど、日本全国ずつ裏裏郷土料理っていうのはいいですね。おそらく今後ともこういったものがまた増えてくると思います。ぜひお楽しみにっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。